どうもリュウクです。今回はこのジャンスポーツのアンボイについてレビューしていきたいと思います。ジャンスポーツといえば結構スクールバッグとかなんか高校生とか大学生が使うのに適しているバックパックのメーカーっていうイメージがあったんですが、今回かなりテック寄りというか PC とかタブレットとかそういうガジェットみたいなものをちゃんと収納できるような設計がされたシリーズが発売されたということでサンプルをお送りしていただいたので徹底的にレビューしていきたいと思います。実際に使ってみた感想としては意外とこういうラインって今までなかったなと思って、実はそんな期待していなかったんですがかなり使いやすいなって感じたり、あとはこういう選択肢があった方がいいなってすごく思ったので、実際に使ってみて良かった点、少し気になるなと思った点解説していきます。それでは行ってみましょう。まず最初にアンボイについて簡単におさらいしておきます。アンボイはデザイン性と機能性を兼ね備えたデジタルバッグです。容量は 32.7 リットルで通学・通勤・出張、2日から3日の旅行など様々なシーンで活躍します。内部にはノートパソコンやタブレット、電源コードなどを保護しながら収納できる専用のコンパートメントを備えています。さらに文具やスマートフォンなど小物を整理できるポケットを含め合計14箇所の収納スペースを持ち、実用性を追求した設計になっています。大容量でありながら荷物をたくさん入れてもすっきりとした外見を保つことができるのも特徴です。ブルーのジャンスポーツのラベルがアクセントとなってスタイリッシュなデザインになっているのが魅力的です。それではここから実際に使ってみて良かったなって思った点を話していきます。まず最初は何といってもここのフロントポケットがすごく使いやすいというところです。このアンボイには大きくこのメインの機質とこのフロントのポケット、あとこの中間にもう一つ大きなスペースがあるんですが、ここのフロントのポケットが少し底が上がっている小物専用のスペースみたいな感じになっています。中にこういったポケットが細かく仕切られているので、モバイルバッテリーであったりスマートフォンやイヤホンなんかを分けて収納しておくことができるのと、個人的に気に入っているのがここのフリース素材の大きめのポケットで、ここはタブレットを入れておくポケットとして非常に優れています。具体的にはこういった iPad mini なんかを入れておくポケットとしてすごく便利に使うことができます。このポケット自体の底が少し上がっているので、こういった小さいタブレットを入れても下に行き過ぎないでこの辺で止まってくれるので、さっと取り出したいものを収納しておくポケットとして非常にいいなって感じました。ただこういった11インチの iPad Pro をマジックキーボードに入れてしまうとギリギリ入らないぐらいのサイズなので、もう少し大きかったらさらに使いやすかったんじゃないかなって感じます。ただ僕の場合は iPad Pro 11インチをこんな感じでマジックキーボードなしで運用しているので、マジックキーボードをつけなければ一応ギリギリ入るっていった感じです。ただ裸で使ってる人だったらすんなり入るかもしれませんが、Apple Pencil つけたりだとかこういったフラップ式のケースを外側につけてる人はちょっと出しやすいとは言えないので、iPad 11インチ以上を使っている人はここはあんまり適していないんじゃないかなって感じました。次の良かったポイントが大容量っていうところです。このバックパックはデイパックという感じのサイズ感なんですが、容量がなんと 32.7 リットルとかなり大容量なバックパックになっているので、普段荷物が多い人もそうですが、旅行や出張なんかで荷物が一時的に増えるシーンなんかでも大活躍するぐらいかなり安心できる容量なんじゃないかなって感じました。このバックパック自体の背が結構高めなので、上から下までいっぱい収納できるというのもそうなんですが、この底面のところに何かを固定するためのストラップがついていて、これを引き伸ばすことでこのマチ自体もかなり分厚くなるんですよね。この全体の生地が柔らかいのも相まってかなり膨らむので、子供用のヘルメットなんかをここに収納して出かけたことがあるんですが、全然余裕で入っちゃいました。なので1人分の荷物が多い人でもかなりゆったり使えますし、家族で出かける時なんかも自分以外の荷物を入れておくバックパックとしても結構いい選択肢なんじゃないかなって感じました。次の良かった点が大容量なんですが結構薄くコンパクトになるというところです。32.7 リットルもあるので、普通の状態にしておくと結構かさばるっちゃかさばるんですが、さっきも紹介したこの下のストラップをギュッと縮めることで
こんな感じでバックパック自体をかなり薄く保つことができます。なので普段使いではそんなに物が多くないけど、出先で荷物が増える人だったり、あとは旅行なんかでたまに使いたいよっていう人なんかも、普段この状態で使って、いざという時展開して大容量に使うみたいな、そういう柔軟な使い方もできるんじゃないかなって感じました。ただ登山用のバックパックみたいに上下にストラップがついてるわけじゃないので、もちろんこの上の部分は縮まらないので、下だけすぼまって上がちょっと出っ張ってるような、そういうシルエットになってしまうので、ここだけ注意が必要かなって思います。次に良かったのが軽さのところです。このバックパックは 32.7 リットルの大容量でありながら、なんと 800g のかなり軽量な部類のバックパックになっています。こういうガジェット系のバッグというか、PC とかタブレットを収納できて、かつ大容量ってなると結構 1000g 以上の重いものが多いんですが、これ 800g で抑えてきたっていう意味ではかなり使いやすいんじゃないかなって感じます。全体の生地感が柔らかいのに対して、ここのハーネスがかなり分厚くて背負い心地がいい素材になっているので、本体の軽さとこのショルダーハーネスの柔らかさが相まってかなり背負い心地が良くなっています。多分このハーネスは断面図にするとこの首にかけてちょっと太くなっているような感じなので、なんか無印のリュックとかで使われているようなちょっと厚みが左右で違うクッションが使われていて、これも相まってかなり背負い心地が良くなってるんじゃないかなって感じます。ここまでが使っていていいなって思った点でした。ここからは実際使っていて少し気になるなって思った点を話していきます。1つ目の気になるなと思ったのは、中で物を探すのに結構苦労するっていうところです。このバックパックはさっきも言った通り結構背が高くて下が深い奥行きの深いバックパックになっていて、さらにこの内装というか裏地も真っ黒になっているので、暗い場所だったり、荷物が少ない時なんかは結構手を奥に入れてガサゴソしないと物が取り出せないみたいな感じで、このフロントポケットに物を入れればすぐにアクセスできはするんですが、それ以外のポケットは結構深くて暗いポケットになっているので、そういった意味では小物が全部ここに集中してしまったりとか、あとはこのメインのスペースに、パッキングキューブだったりポーチなんかを使わずに雑多に物を入れてしまうと、かなり物が取り出しづらいバックパックになってしまうんじゃないかなって感じました。僕が実際使う中ではここのフロントポケットにかなり物が集中してしまって、他のスペースをあまり使わないみたいなこともあったので、小物が多い人にとってはちょっと使いづらいんじゃないかなって感じます。ただ大きめの荷物が多い人だったり、買い物によく行くみたいな用途においては、このポケットにほとんど自分の日常品を入れて、この大きいスペースを空けておくみたいな、そんな使い方もあるんじゃないかなって思います。2つ目の気になった点はこのプルが紐なんですが、これが結構取れやすいというところです。これは通した上で縛られてるんじゃなくて、こういう輪っかになっているもの、ただこうやってくくってあるだけなので、間違ってこっちを持ってしまったりとか変なところを持ってしまうとスルッと取れてしまいます。実際僕もここのプルが最初からなかったのか、使ってるうちに取れちゃったのかちょっと覚えてないんですが、こんな感じで片方だけ紐がない状態になっています。あとこのバックパック結構ファスナーポケットが多くて、どこのプルを引っ張るとどのポケットが開くっていうのが結構一瞬で判断しづらいところもあるので、プルの紐が取れやすいっていう問題と、このファスナーをどれ選べばいいか分かりづらいっていう問題を一気に解決する術として、自分でAmazon とかで安いプルを買ってカスタムしてつけるみたいな、そういうアプローチもあるんじゃないかなって思います。次の気になった点はこの背面がかなりフラットなので、夏場とかはちょっと暑いんじゃないかなって感じました。僕は実際冬場しか使っていないのでそこまで不快な感じはなかったんですが、見てわかる通りここに縫い目が2本入ってるだけでほぼ通気性はないですし、一応パソコンの入るポケットのこの背面側にクッション入っているので、背中にパソコンが当たってしまって痛いみたいなことはないですが、クッションとしてもそこまで分厚かったりとか立体的なものではないので、この背面がちょっと気になるというか、夏場自転車とか漕ぐ人にとってはちょっとしんどいんじゃないかなって感じます。あと結構この背中への接地面が広いので、そういう意味でも人によっては結構背中に密着する面積が広くなって熱く感じてしまうんじゃないかなって思いました。次の気になった点が耐久性についてです。まず気になるのはこのハーネスとかこのトップのハンドルのところで、この
PC ポケットのここに縫い付けられてるんですよね。で裏側見ても特になんかバータックとかで補強されてる感じもないですし、ここって PC の重さが直に伝わるところなので、ずっと使ってると結構ここのハーネスが取れてきちゃったり、このハンドルが抜けてきちゃったりみたいな、そういう心配がちょっとあるなって感じました。本体重量がかなり軽いバックパックなので、そんなに重たくならないよっていう人もいるかもしれませんが、ガジェットバックパックってなんだかんだ重たくなってしまいますし、32.7 リットルあるので、旅行とかで使うと結構ここへの負荷が高まってくるんじゃないかなって思うので、ハーネスの位置をせめてもうちょい下にするとか、ここの補強部分ファスナーじゃなくてなんかナイロンテープかなんかで通した上でバータックで補強するみたいな感じで、もうちょっとここの作りが強いと安心できるんじゃないかなって感じました。あと全体の素材は420デニールのリサイクルポリエステルを使用してるみたいです。なのでずっと使っているとどんどんこうシワだったり使用感みたいなところは出てきちゃうんじゃないかなって思います。ただそれに関してはかなりこうクラシカルというかテックっぽい感じの見た目のバックパックではないので、経年変化が出やすい方がより味のあるかっこいいバックパックに近づきやすいんじゃないかなとも思いました。以上が使っていて少し気になるなと思った点でした。こういうカジュアルな見た目のバックパックなのに PC とかタブレットとかガジェット類がしっかり入るみたいな選択肢って実は今まであんまりなかったんじゃないかなって思います。こうシティっぽい感じのテックっぽい見た目がちょっと苦手だけど、パソコンとかそういうタブレットとかは日常的に持ち歩くよっていう人にとっては結構いい選択肢になってくるんじゃないかなって思います。なんかこうジャンスポーツならではのテイストとしてこう街使いに寄りすぎてもないしアウトドアにこう寄りすぎてもないみたいな、そういう絶妙な質感が非常にかっこいいなって感じました。高機能なバックパックって結構アウトドア感が強かったりこう全体の重量が重かったりするんですが、もうちょっと気軽にラフに使いたいよっていう人で、それなりにポケット数があるみたいなのを探してた人にとっては検討してみてもいいんじゃないかなって思いました。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバッグのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。 YouTube メンバーシップでは僕が今開発中のこういったポーチみたいな小物であったりバックパックの進捗情報なんかを Discord のコミュニティ内で配信しています。あとはその僕の進捗に対してもっとこうしてほしいとかいろんなフィードバックを受けて次のサンプルに生かすみたいなサイクルを回してたりするので、気になったらぜひチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。